皆さんこんにちは、パタンです。今回の動画は被り物の作り方第2弾です。この動画を見ていただければ、例えばこんなのとかこんなのとかこんなやつを作っていただけると思います。また生地を変えていただいたりとか色を変えていただいたり目の大きさだったりとか位置を変えていただくことでいろんなキャラを作っていただけると思いますので、よかったらご自由にアレンジしてみてください。また今回は幼児から大人まで被れるように S、M、L の3サイズ展開となっております。例えばうちの2歳の息子、頭の大きさが48センチなんですが、 S を被るとこんな感じ、 M だとこんな感じになります。6歳の娘は頭の大きさが52センチなんですが、 S を被るとこんな感じ、 M を被るとこんな感じ、 L を被るとこんな感じになります。 L サイズは大人の女性の方はもちろんなんですけど、僕とかでも被れる大きさになってます。もちろん綿の詰め具合とかで若干ボリューム感っていうのは変わってきてしまうんですが、作る時の目安にしていただければいいかなと思います。今回ご紹介する型紙は概要欄のダウンロードリンクから無料でダウンロードできますので、よかったら覗いてみてください。これから裁縫を始める方でも簡単に作っていただけるように分かりやすく説明していきたいと思いますけども、そのため説明がややくどくなってしまうところもあると思います。大体の流れが分かっている方は概要欄にチャプターをつけてますので、お分かりになるところは飛ばして見ていただければいいかなと思います。ここから作り方の説明に入っていきます。まずは今回使用する裁縫道具の紹介です。100均で揃うものはアイコンをつけてますので、よければ参考になさってください。続いて今回ご用意いただく材料はこちらです。表地、裏地はお好きな生地をお使いください。綿と糸、マジックテープは100均のもので構いません。この5つの材料は皆さん共通です。それ以外の材料は作るキャラで変わってくると思いますので、必要なものをご用意ください。はじめに型紙をご用意ください。概要欄のリンクから型紙をダウンロードしてください。型紙は分割されて印刷される場合がありますので、テープで貼り合わせて1枚の型紙にしてお使いください。型紙のダウンロード方法や印刷テープで貼り合わせる方法などを説明している過去動画を概要欄に貼っておきますので、よければそちらもご覧ください。型紙を布に移して裁断します。今から2通りのやり方をご紹介します。1つ目は正攻法のやり方だと思います。もう1つはめんどくさがりな僕が普段やっているやり方です。まず1つ目、型紙を生地の上に乗せて間にチョコペーパーを挟んでルレットで型紙をなぞります。そうすると型紙が転写されるので、布切りばさみやロータリーカッターで布を裁断します。2つ目は普段僕がやっている方法です。型紙を置いて待ち針で固定してロータリーカッターで布ごと裁断します。そして型紙の写したいところだけにチョコペーパーを挟んで転写します。例えばこの型紙だったら角とこの線、これだけ写していただければ、あとはミシンについているメモリを見ながら縫えると思います。一つ注意点がございます。生地の向きにご注意ください。例えばラビットファーとかは分かりやすいんですが、毛の流れがあります。これが横向いてたりとか反対向いてたりするとちょっと残念な感じになってしまうので、裁断の際は向きを注意しながらカットしていってください。いよいよ縫っていきます。今回の型紙から導入したんですが、型紙を見ていただくと小さなアルファベットが書いてあります。例えばこのパーツには A とか B とかって書いてあります。勘のいい方はもうお分かりかと思うんですが、このアルファベットはどの角とどの角を合わせたらいいかの目印になっています。例えば表地 B に AB という辺があります。同様に表地 C にも AB という辺がありますので、それらを重ねて縫います。布の表側同士が内向きになるように重ねて縫います。このように重ねることを中表と言います。中表という言葉は今後も何回か出てきますので、よかったら覚えておいてください。アルファベットは基本的には縫ってほしい順番に入れてますので、 A から順番に縫い合わせていってください。ちなみに AB の辺はちょうど顔の真横あたりに来ます。ですのでここに耳を挟み込む場合も多いかと思います。その場合は AB を縫うタイミングで耳を挟み込んで縫ってください。一旦丸い形を作ってから耳の位置を決めたいという方は縫い目を粗くして縫っておくと後でほどきやすいかと思います。何パターンか耳を縫ってみます。まずは普通に挟んで縫うパターン。
次に少し折って挟んで縫うパターン。続いて両方から折って挟んで縫うパターン。あとは L 字に挟むパターンですが、これは本番の生地を使ってやってみます。A、B から少しはみ出させた状態で縫って L 字に曲げて表地 A と縫い合わせます。するとこのように少し立体感のある耳になります。よかったらご自由にアレンジしてみてください。縫う順番の説明に戻りたいと思います。表地 A を見ていただくと C は C とだけ書かれてありますが D は反転すると D' と書いてあります。これはどういうことかというと、この型紙の向きのまま写すと角は D、 反転させて写すと角は D' になるということです。つまり表地 A を転写するとこんな感じになります。そうしたらここは C と C なので縫い合わせて、次に DAE とこちらの DAE を縫い合わせます。反対側も同様に D'、A'、E' 同士を縫います。この要領でアルファベット順に縫っていただければいいのですが、裏地の CFG を縫う時だけ注意点がございます。型紙に縫い止まりと書かれた線があります。この縫い止まりの線の間だけ縫わずに穴を開けておいてください。この穴は最後に綿を詰めたりひっくり返したりする時に使います。表地と裏地がそれぞれ縫えたでしょうか。 A、B の辺を縫う時にすでに耳をつけられた方、もしくは丸い形のままで OK という方はこのまま表地裏地を縫い合わせて閉じますので、工程後までスキップしてください。耳などの立体的なパーツをこのタイミングでつける方はこのままご覧ください。先ほど作っていた被り物にはもう耳をつけてしまったので、説明のために違う被り物を使います。まずはタオルをご用意ください。表地をひっくり返してタオルを中に詰めます。できるだけ丸い形になるように詰めてください。詰めるものはタオル以外でも構いません。形を整えたら付け位置パーツをご用意ください。パーツがつく大きさなどの目安にしていただければいいかと思います。どの辺りにパーツをつけるか決まったらタオルを抜いて裏返しにして型紙を転写してください。転写した穴よりも一回り小さい穴を開けます。取り付けるパーツもこのタイミングでご用意ください。先ほど開けた穴と取り付けるパーツを中表にして穴の周りをぐるっと一周縫います。目の付け位置もこのタイミングで決められる方は印をつけておくといいかと思います。試しにこのタイミングで目をつけてみます。縫えたらここだけ綿を詰めてしまいましょう。詰め終わりました。ただこのままだとこうやって少しずつ綿が出てきてしまいます。綿をパンパンに詰めて硬いままでキープしておきたい方はもう少し作業にお付き合いください。先ほど使った付け位置パーツをご用意ください。今からこれと同じサイズの蓋を作って綿が出てこないように縫い付けようと思います。蓋が出てこなければいいだけなので大まかで構いません。適当な布に型を移して一回り大きく裁断したらこれを裏側から縫い付けていきます。表裏表裏と交互に針先を動かして縫っていく波縫いという方法で縫っていきます。縫い目の間隔は 1cm ぐらいで OK です。蓋をつけたらハサミで真ん中に 2cm 程度の切れ込みを入れます。この穴から綿を補充します。こうすることで綿が出てくることなく針をキープできます。今回は耳でやりましたが、他のパーツでも同じように蓋をすると針がキープできるので、ここぞという場面では活用してみてください。表地と裏地を中表にして縫い合わせていきます。はい、できました。そうしたら縫い代に少しだけ切れ込みを入れていきます。切れ込みを入れていただきたい箇所は裏地の型紙にこんな感じで示しておきましたので、そちらを参考にしてみてください。切れ込みを入れたら裏地の穴から全体をひっくり返します。
このタイミングで目をつける方もいらっしゃると思います。その場合は穴から手を入れて縫い付けてください。試しに目をつけてみます。できました。最後に裏地を表地の縫い代に縫い付けます。手で触って縫い代があるところに目印をつけてください。そうしたら穴から手を入れて中から外に向かって縫います。今度は同じ場所を外から中に向かって縫って表地の縫い代に縫い付けます。この時 2,3 センチほど糸をたるませて結ぶようにしてください。そうしたら綿を詰めて穴を塞ぎます。首元にマジックテープをつけたら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。よかったら皆さんもいろいろ工夫して、自分だけのオリジナルの被り物を作ってみてください。最後に少し宣伝になってしまいますが、ぬいぐるみや被り物を作る時に使えるこの刺繍の目を今回作ってみました。もともとは僕自身が欲しくて作っていただいたものなんですが、興味のある方はよかったら概要欄にショップのリンクを貼っておきますので覗いてみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画を見て作れそうだなとか、こんなの作りたいなとか、あとは実際に作っていただいた方がいらっしゃいましたら、コメント欄やハッシュタグパターンをつけて SNS などで教えていただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。